今回の話は以下のタイトルで、お話の方でさせていただこうと思っております。港湾職員の制服並びに装備品、主に個人向けということと、港湾職員の制帽についてね、お話をさせていただこうと思います。鉄道港湾課の制服は、記録によりますと、昭和36年にですね、一度大幅に改定されたそうで、さらに昭和39年に胸章の追加などの改定がね、行われたそうです。初期の制服というのはダブルの制服で威圧感があったこともあってですね、警察官の旧の制服に似た冬は紺色のね、夏は青いネズミ色の制服が、昭和36年に採用されたそうです。今こちら着ているね、制服っていうのはその昭和36年にね、採用された港湾間の制服のものです。で、この制帽といったらですね、昭和39年の改定で、ちょっと制帽がね、新たな制帽が採用されたということで、警察官の官房と比べるとですね、かなりソフトな感じとなりました。で、このデザインがですね、実は新しい一般職員のね、制服の制帽にもですね、同じような形で採用されていくわけですけども、当時の国鉄の古い制帽というのはですね、どちらかというと警察官のね、官房に近い、そういうふうなちょっとエッジが立ったね、そういう制帽でした。そういう意味でですね、先行してちょっと柔らかいイメージでね、港湾間の制帽の方はね、移行したということになります。次にですね、港湾職員のね、制服が、導入されていた経緯ということをね、お話をさせていただこうと思います。鉄道港湾間の制服は、昭和39年3月26日、総裁立つ第127号により新制服が制定通達されたと記述されています。こうした改正が行われた理由は、集団スリや集団暴力などが同化しており、旅客から鉄道港湾間に直接要請する機会も増えているが、従来の制服では車掌、駅員と港湾職員になるか、一般の方は見分けることが困難なため、職務柄威厳を失わず親しまれる服装として検討されていたものであるということで、当時の事情をですね、1960年の国鉄線というね、雑誌の記事から抜粋してみたいと思います。評論家や部外有識者から一般職員と鉄道港湾職員の識別が困難であり、車内やホームで事件に巻き込まれても通報の仕方がなく、また港湾職員を探すのに苦労するので、この際、全面的に解説してはどうかというご注意を受けた。以上のような理由から、旅客からも鉄道港湾職員として識別がしやすく、かつ職務柄威厳を失わず親しまれる服装を種々検討していたが、本年3月26日付、総裁立つ第127号によって新制服が制定、通達されたというふうにね、書かれています。港湾職員の制服のね、詳細ということでね、お話をさせていただこうと思います。まず制帽ですけれども、ラットの中では駅長等の赤い帽子が身につきやすいように非常に効果があることから、制帽の改定に取り組んだ。下記はグレーで比較的わかりやすいが、当記は黒色で一般の職員の制帽とほとんど変わらないことから、紺色に変更。帽子の色は黒蛇腹から薄いグレーの蛇腹に改め改正し目立ちやすくするとともに、帽子の中に入れる芯は従来の針金を改め、サランのパイプに改めたというふうになっています。制服は昭和36年に全面改正したので大幅な改正を避け、付属品をつけることによって識別を容易にした。すなわち、鉄道港湾職員の象徴として決められた林道の葉と立花の花を組み合わせたワッペンを全港湾職員の左肩上部につけることとした。ワッペンは銀糸で塗ったもので、林道は花言葉で勇気と正義を表し、立花は英知を表すとのことで、港湾の性格を表すにふさわしいという理由から、現場における指揮系統を明確にするため、金糸で塗った同じデザインの上半分を強章とし、主任以上につけることとし、襟章はこれに伴って従来の5種類を3種類に改正したというふうに記述されています。港湾職員の装備品、主に拳銃などということでね、お話をさせていただこうと思います。ここでですね、港湾港湾職員のね、装備品についてお話をさせていただこうと思うんですけれども、まずやっぱりね、装備に関してはね、個人装備と機動装備っていうことで分かれるんですけれども、今回はですね、個人装備っていうことについてね、お話をさせていただこうと思います。個人装備ということでですね、まず一つ目がやっぱり拳銃ですよね。一番目につくものというか、気づくものというかね。
で、もう一つが固定、予備笛、笛ですね。あとそれから警棒、あと手錠、補助っていうのがね、ありました。で、他にもですね、鉄道公安職員手帳というね、あったそうです。で、これがですね、今ちょっと写真出てきましたけども、こちらの方は、公安官にね、対応されていた拳銃だそうです。で、警察官と違ってですね、もちろん携帯は許可されていたものの、拳銃をですね、あまり携帯してね、実際に利用するっていうかね、ことはあまりなかったように言われています。ほとんど多分ね、貸与はされてるんですけども、使うことはなかった。実際現場でいるときにね、使ってなかったっていうふうにね、思います。ここでですね、ちょっと鉄道公安職員手帳で出てきたんですけども、これ鉄道公安職員手帳というのは警察手帳とほぼ似たような形でね、黒色の手帳だったようです。警察手帳の場合ですね、実はチョコレート色だったんですね、黒じゃなくって。で、ちょっと公安から話が外れちゃうんですけどね、チョコレート色の革の用紙で、で、星のね、マークがあって、その下に警察の名前書いてるんですね。和歌山にしたら和歌山県警とかね、大阪府警みたいな感じで。私は和歌山県警だったので、旭日記があって、その下に和歌山県警とね、金色の文字でね、書いた、手帳を貸与されました。で、これをパッと開くとですね、開いた見開きのところに、ちょうど左側になるんですけども、顔写真が載っててですね、その下に階級と名前が載っているというふうなね、そういう警察の警察手帳対応されてございます。それとね、よく外観は似てるんですけどね、色が黒っていうことでね、違ったっていう一つですね。あと手錠とかね、警棒はね、基本的に警察官とほぼ同じものを使ってたみたいです。ただ警棒もですね、例えば列車の形状、警備なんかするときなんかやったね、ああいう長い棒をブラブラ下げてると、やっぱり他の人に当たったりというね、ことがありますので、結構特殊警棒を使っているパターンが多かったと思います。特殊警棒っていうのは、1メートル10センチぐらい短くなるね、警棒。で、振るとですね、飛び出して伸びてね、60センチの警棒になるっていうね、そういう代物ですけども、外勤警察官私やった頃はね、普通の警棒でした、正直ね。でも、あとはね、警棒に関しては特殊警棒はね、基本的にいらないって言われてね、買わなかったですね。本来競馬でも対応なんですけどね、そういうものは別に買うこともできたんですけども、買わなかったです。もちろん手錠とか拳銃はね、対応品ですから、なくしたことは大変なことあります。で、手錠とかの拳銃もね、全部シリアル番号売ってるんで、特に手錠なんかはそのシリアル番号が警察手帳の番号と一致するようになってるんで、それがですね、誰の、手錠だっていうね、すぐ分かるようなね、そういう仕組みになってました。今から考えるとね、もう30年、40年近く前の話なんですけどね、懐かしいなと思って、ちょっと少しね、寄り道をさせてもらいました。次ね、拳銃使用と関連法令ということでね、お話をさせていただこうと思います。鉄道公安官というのは下記の法律のほかに、鉄道公安職員と、拳銃使用及び取扱規則、省令とですね、鉄道公安職員の拳銃の使用及び取扱規則、総裁達等で、厳しく規定されていたそうです。ただですね、ちょっと私の力不足でですね、鉄道公安職員拳銃使用及び取扱規則の省令とか、この総裁達の取扱規則ですね、これちょっと見つけることができませんでしたので、今回は法律第241号、鉄道公安職員の職務に関する法律のね、条文2つをちょっと紹介させていただこうと思います。第7条、鉄道公安職員はその職務を行うため小型武器を携帯することができる。第8条では、鉄道公安職員はその職務を行うにあたり、特に事故または他人の生命または身体の保護のため、やむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合においては、その事態に応じ合理的に必要であると判断される限度において武器を使用することができるというふうに書かれております。次にですね、鉄道公安職員の宗証と警察官の階級証というところでね、お話をさせていただこうと思います。こちらの方ですね、出てきましたのが、
警察官の現代の階級章ですね。で、これが警視、ね、警部補、巡査部長、巡査っていうね、こういうふうに分かれてますと。で、同じように、こちらが公安官の、階級章というか、胸章ですね。ここですね、よく勘違いされるのが、警察官の場合はあくまでも階級章なんですけども、公安官の場合はこれ階級章じゃないんですね、実は。胸章っていうのはあくまでも職務上の指揮命令系統を表すもんだという位置づけなんですよ。ですので、その辺がまず大きく違う。どちらにしてもですね、実は巡査部長以上っていうのはね、司法警察員で、巡査並びに公安員っていうのは実は司法巡査ということで、刑事訴訟法上ではですね、大きく役職が異なるんですね。そういう意味を込めてですね、公安班長以上に関しては、林道と立花のね、柄を描いた、それをそのまま採用しているという感じですね。その辺の違いがあるんだっていうのをね、知っておいていただくのがいいかなっていうか、本当にね、これがね、よく勘違いされるのは、公安職員の胸章というのはね、職位を示すもので、階級を示すものはないんですよっていうことをね、知っていただければなと思います。あともう一つ、こちらですね。これが、公安職員全員のね、左肩上部の袖についていたね、公安職員を示すワッペンでした。で、この上半分っていうのがちょうどこの公安班長の上に乗っかってるね、こういうイメージになります。最後までご覧いただきありがとうございました。今回は鉄道公安官の歴史の3回目ということで、公安制度の制服などのお話を中心にさせていただきました。なお後半では公安官の装備品ということで、拳銃のお話や公安職員の胸章、階級章ではないということのね、比較などをさせていただきました。今回も固い内容で大変恐縮でした。ただしね、こうした話に関してもね、興味を持っていただける方がおられますのでね、今後ともアップさせていただく予定としておりますので、どうかよろしくお願いいたします。